忘れてはいけない存在がもう一人いる。今日遅めだったんでアラームセットしなくて寝坊寸前でした天があってないです。何か楽しみだな、面白そうだな。宇野昌磨、追えば追うほど不思議な人物だ。そこに秘められたドラマをあなたはまだ知らない。テレビ東京の鈴木さん。ある意味衝撃だった。すいません、朝から。そしてめちゃくちゃいて髪をやってもらいます。すごい自然なスタイルで。いつも通りっぽくていつも通り。その方がいいです。ちょっと歩いて。寝癖をつけたまま平然と街中へ。それがフィギュアスケーター宇野昌磨との出会いだった。危なかった。アラーム今日遅めだったんでアラームセットしなくて寝坊寸前でした今日の髪型は。いやもう僕はそのアイスショーとか本番の時以外髪の毛の手入れとか全くしないんで。そうなんです。なんか別に日頃それちゃんと整えても自分へのメリットってなくねって思ってやめました。どうやら無頓着で自由奔放な性格らしい。その証拠にYouTube では自宅の様子を惜しげもなく晒し、女性ファンの視線を釘付けにしている。この撮影日は相当眠いみたいですね。24歳独身、愛犬エマちゃんが大好きで野菜は嫌い。スケートと同じくらい本気と公言しているものがある。来たぜこの日が。ゲームだ。あー後ろ向いたか。うわうまっ。この日は人気ゲームスマッシュブラザーズの配信企画に参加。朝10時から夜8時までの10時間連続プレイに挑戦した。おらっしゃ好きな世界には没頭するタイプで、プロゲーマーが舌を巻く腕前だという。ー。終わったフィギュアもそう。大好きで、だから追求して4年前にはピョンチャンオリンピックの舞台に立った。そして本番に強いと言われるその滑りを世界に披露した。トリプルアクセル、シングルループ、トリプルフリップ、これも決めた。代名詞はこの技、クリムキンイーグル。大舞台を存分に楽しんだ。危ね楽しんだ後に結果はついてきた。怖いもの知らず、20歳の快挙だった。初めて立った4年に一度のオリンピックの舞台、改めてこの後表彰式もありますけれども、どんな気持ちですか？この後に表彰式ある。メダルがセレモニーが夜あります。でもそんなになんか特別な思いはやっぱりなかったですね。最後まで最高の勝負ありがとうございました。ありがとうございました。無欲で無邪気だから取れた銀メダル。オリンピック連覇を果たした羽生結弦がすぐ目の前にいた。羽生さんから見た宇野さんってどういう人なんですか？なんですかね、ぼーっとしてるようでいろいろ考えてるという感じですかね。なんか割とまっしぐらです。目的まっしぐらって感じですね。なんか気持ちが全部注いでるっていう感じではないんですけど、何も考えずにそこに貫いて自分を貫き通せるっていう強さはすごく感じますね。はい。たとえどんな状況でも宇野は自分の世界に入り込むことができる。
自然に動く体がその証。それはつまり夢中になる力だ。ここら辺もちょっとスピード感が練習に比べて足りなかったなっていうのは、自分のスケートの好きなところってあります？スケートはそうですね、あんまりないですね。根性主義とは違うが、宇野は並外れた努力家でもある。コーチが練習をやめさせる必要があると嘆くほどだ。苦労知らずの天才肌では決してない。足踏みする悔しさもつまずく痛みも身をもって経験してきた。名古屋出身、同郷の浅田真央に一緒にやろうよとリンクで誘われ、5歳でフィギュアスケートを始めた。羽生結弦は3歳年上の兄のような存在。幼い頃からゆずくん、しょうまと呼び合う仲。これは14歳の演技。この年の全日本ジュニアは5位、世界ジュニアは10位だった。成績が伸び悩んだのはジャンプで苦労したから。トリプルアクセルは習得までに6年を要した。努力が実ったのは17歳のこと。世界ジュニアで初優勝する。翌年からシニアで戦い、4年間シリーズ12試合全てで表彰台に上った。マネージャーとは6年の付き合いになる。宇野選手はどんな選手ですか？一途で真面目でなんだろうな、ギャップの差が激しすぎるっていうのは思いますね。いざ氷を降りると何もしたくなくなるって言ったらあれですけど、あれ買ってきてこれ買ってきて今日の食べ物任せる、大丈夫任せるみたいな。基本的には最近大浜さんにね任せると、なんか僕が選ぶよりいいセンスなんか任せすぎて分かってきたんです。最初のうちは全然もういいもの買ってこなくて、買ってきてもらったのに「いやダメっすね」とか言って。独特の価値観と独特の生活スタイル。言えば宇野昌磨は新時代を生きる今時のトップアスリートだ。なんとなくこうスケート人生の先にこういうゴールがあったらいいなみたいなのって考えてたりするのかなっていう。いやないですね。ゲームやってる男性なら誰もが分かるとは思うんですけど、自分が何をゴールにして何を求めて今このゲームを必死にやってるって思ってることが多分たくさんあると思うんですよ。僕が今スケートも全部そんな感じで、自分をレベル上げてる感じっていうのはそうです。なんかもっとレベル上げれるのに、なんか今に満足しなくてもいいんじゃないかっていうのが正直ありますし、何かのためにとか何かを成し遂げたいからとかゴールがこれがあるからやってるのではなく、もうなんかやってるっていう、必死で夢中に何かやってる。ありがとうございます。ありがとうございます。宇野さんちなみに今レベル100をマックスとするのはご自身がレベルいくつぐらいですか？自分で言うのもなんなんですけど70ぐらいは言ってません？知らないけど。これまでのアスリートとは明らかに違う心の地図。そこには大きな冒険が満ちている。
宇野の競技生活で一番の冒険は4年前に始まった。きっかけは尊敬するあの人だった。羽生結弦だ。ピョンチャンオリンピック直前、右足首に重傷を負った羽生はその中でも日本からの大きな期待を背負い、それを自覚して大会に臨んだ。どの選手よりも一番勝ちたいという気持ちが強くあると思いますし、頂点というものを追いながら頑張っていきたいと思います。勝つことを己に課して本番へ。4回転サルコー、トリプルトール決めました。日本のエースが、世界の王者はそこにいた。羽生結弦、怪我を乗り越えての金メダル。ゆずくんが今当たり前にやってることを僕もやっていかなきゃいけないんだって思って、緊張に打ち勝たなきゃいけない。これから日本を背負って追われる立場、そしてプレッシャーを自分に与えて、それを乗り越えなきゃいけない。羽生の後を継ぐ存在になりたい。芽生えた願いが冒険の始まりだった。その冒険がまさかあれほどの苦難を呼ぶとは。一昨年のシーズン、4回転トーループ、トリプルアクセル。力みと気負いが宇野の歯車を狂わせる。グランプリシリーズで自己最低の8位に沈み、シニアで初めて表彰台を逃した。落ちたどん底。新時代のアスリートはそこで何を思ったか。なんか漫画だったらそういうのって乗り越えなきゃいけないんだろうと思うんですけど、別にそれをここ漫画ではないので、逃げたい時に逃げればいいのかなって。ゆずくんを目指すのはもうやめよう。宇野は練習拠点をスイスに移し、新たにランビエールコーチと組んで再出発する。かつてのようなのびのびとしたスケートを取り戻す、それが最大の目的。たとえ転んでも経験値になればそれでいい。だってレベル上げはそういうものだから。このまま消えるのか、それとも復活か。迎えた今シーズン。始まった北京オリンピックへの挑戦。宇野はよみがえった。4回転ジャンプを5本取り入れた自己最高難度のプログラムでグランプリシリーズを2位と1位、ランビエールコーチの指導に応えた。オリンピック金メダルへの期待も膨らむが、本人はどうしても今年とは思っていないというか、ダメならまた次の年、僕がスケートやめるっていうまでチャンスは巡ってくると思ってるので、ダメだったらどんどんスケート人生が長くなるっていう風に考えてます今は。改めてこの今シーズンのテーマとか目標を聞かせてもらってもいいですか？難しいですね、テーマとか目標って。
本当に多分今年は、僕を応援してくださってる方から見て例年より面白いシーズンになるとは思うんですよ。僕も楽しみっすってテーマってないですね。なんか楽しみだなーって面白そうだなっていう大雑把な感じです人は肩の力が抜けた時一番強い。多分今の宇野はその状態だ。その証拠に昨日の全日本選手権、宇野の演技はすごかった。ここまでは今日と未来をつなぐ日本生命の提供でお送りしました。昨日行われた北京オリンピック代表を決めるフィギュアスケート全日本選手権。代表枠は3つ。宇野昌磨のショートプログラムは伸びやかで余裕があった。これが本番に強い宇野の真骨頂。羽生に次いで2位に入った。苦しんだ4年間、この道が北京に通じていることを明日証明してみせる。もうやっぱり宇野昌磨選手はテーマがなくてもいい、目標がなくてもいい、まず自分が楽しいんだ、楽しいからやるんだっていうのがね、なんともそこが魅力ですよね。素敵でした、さあ男子シングルもオリンピック代表は3枠ということで優勝者が代表に決定しますから、明日のフリー注目ですよね。どうなるかね。